どうも、ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。ねえマリサ、顔色悪いわよ。オープニングもなかったしどうしたの？気分の悪くなる記事を雑誌で読んだのぜ。大丈夫？あまり大丈夫じゃないのぜ。どんな記事を読んだのかしら？11月11日に発売された週刊現代の記事だぜ。ロレックス転売の闇をスクープした記事だぜ。確かに穏やかな内容じゃないわね。記事の内容があまりにショッキングなんだ。信憑性はわからないけど本当なら刑事事件にも発展する事件だぜ。そんなに大事件なの？記事を書いたジャーナリストの話が本当ならすでに警察は詐欺事件として受理しているらしいぞ。本当に事件じゃないの？詳しく聞きたいわ。このチャンネルは時計の小話が提供します。内容が闇深いので知りたくない人は、ここで視聴をやめた方が良いと思うぜ。マリサがそんなこと言うの珍しいわね。信憑性がまだわからないからな。ただ週刊誌に掲載されたぐらいだから、全くのデタラメではないと思うぜ。火のないところに、ね。速報解説だからラジオ感覚で聞いてほしいぜ。内容も内容だから大枠の解説になるから、詳しく知りたい人は記事を読んでほしいぜ。今は電子版もあるわね。お約束の、ゆっくりしていってね。もう言えない話題で悲しいのぜ。本当ね。発覚した発端はロレックスの転売ビジネスに投資した人の告発からみたいだな。最初から闇深い話ね。その人は5000万円を投資したらしいんだけど使い込まれてしまったらしいぜ。それで発覚したのね。警察にも詐欺として被害届を出して受理されていると記事にはあるな。大きなニュースになるかもしれないわね。ロレックスの正規販売店の従業員も絡んでいるからどうなるかな？大きなニュースになるとロレックスもダメージを受ける内容だと思うぜ。販売員もグルなの？残念だけど記事を読む限りそうだな。だからもみ消される可能性もあるかもな。ロレックスの情報規制ね。5月の強盗事件のように逮捕者が出るまでは大きなニュースにならないかもしれないな。あり得る話ね。話を戻すぜ。お願いよ。被害者に転売ビジネスの投資話をした人が転売グループの元締めらしいぜ。悪い奴なのね。町の実力者のようだぜ。そして、元締め、正規販売店従業員、外商、社まで絡む裏ビジネスらしいのぜ。何その都市伝説みたいな話は。話が大きすぎて頭に入ってこないわ。詳しく話しすぎると問題ありそうな気がするから概要説明になるぞ。すでにヤバい気もするわよ。だからこんな記事が掲載されている。ということを知らせるのが目的で内容は自己判断で読んでほしいと思うぜ。すでに聞かなければよかったと少し思ってるわ。知らない方が幸せなこともあるからな。ほんとそうよね。ある正規販売店の店長と元締めは仲が良かったらしいんだ。例えば？被害者の方も元締めと一緒に正規販売店に訪店したことがあるらしいんだが、顔パスで個室に案内されたらしいぜ。ロレックスでその対応は羨ましいわね。そして店長から希少モデルを一気に3本も見せられたらしいぜ。3本。常識では考えられないよな。そんなことがあったから被害者の方も信じて5000万投資したんだろうな。そんなの見たら信じちゃうわよね。実際、転売ビジネスは嘘ではないしな。詐欺話なんでしょ？結果的にはそうなったけど、元締めがお金を使い込んで払えなくなっただけなんだ。どういうこと？実際には転売ビジネスは行われていたんだぜ。じゃあ、ちゃんと被害者にお金を渡してたら表に出てこなかった話なのね。そうなんだぜ。月間で70本のロレックスを入手し転売してたらしいぞ。その話が本当なら真面目に正規店に通っている人がかわいそうだわ。違法だぜ。というか、許せないわ。闇が深いのはここからだぜ。どういうこと？まずは正規販売店から定価でロレックスを購入する必要があるだろ。そうね。元締めが一人で70本買うことはできないぜ。考えたらそうね。制限モデルや購入制限期間があるのよね。購入履歴に同じ人が1ヶ月で70本も購入してたらバレてしまうからな。どうやってごまかしたの？百貨店の外商部員を使ったらしいんだ。だから百貨店側もグルなのね。そうなるよな。名義貸しをする人が80人もいたらしいぜ。大きな組織犯罪じゃない。だから気分が悪くなるほど闇が深いのぜ。正規販売店の他のスタッフもうすうすは気づいてたみたいで。店公認の転売ヤー、と、揶揄してた人もいたみたいだぜ。まともな人は嫌悪感を覚えるわよ。流れとしては店舗にロレックスが入荷したら店長から元締めに情報が入り、名義貸しの購入部隊員が購入しに訪店するぜ。購入したロレックスは誰が転売するの？記事では元締めが買取店に持ち込んでたとあるな。その利益を分けるのね。そうなるな。正規販売店の店長に見返りを払うことを、ブキックバック、と呼んでたらしいぜ。
初めて聞く言葉だわ。一生知りたくない言葉だったぜ。それでなんで元締めは被害者にお金が払えなかったの？払ってれば発覚しなかったでしょ？それな。出資には、医者も関わっていて、元締めは借金もあったみたいだぜ。これ以上は書いたらやばいんじゃないの？削除した方が良いかもしれないな。そんな気がしてきたわ。元締めが転売益を自分の借金の返済に充ててたから被害者にお金が払えなかった。というのが顛末みたいだな。なんかお粗末な話でもあるわね。あくまで記事にあった内容の概要だからな。詳しくは記事を実際に読んでほしいぜ。自己責任で読んでください。暗い話になってしまいましたが、次回はロレックスマラソンの話をするのぜ。また言ってきたのよね。そうなんだぜ。息出すと止まらなくなる魔力があるのぜ。だから余計にこの話が嘘であってほしいと思っているぜ。ほんとそうね。今後もロレックスマラソンなどの小話も続けていくので興味のある人は、チャンネル登録&高評価、お願いするぜ。動画も少しずつ増えてきましたので、視聴してない動画がありましたら、もう一本見ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。